黒マークス。リハッチオープンお願いします。これがやばいっすよ。これすごいっすよねこれ。はい、どうも黒松です。今回はね、国道4号6号線の旅、現在6号線走行中のいわき市周辺なんですけども、こちらの車ご紹介をさせていただきたいと思います。お母さん、さっき見させてもらったさ、はい、中身すごいよすごかったです。これからね、紹介をさせていただこうと思います、はい、ということで、こちらのお車のオーナーである超元気さんです。どうも超元気です。よろしくお願いします。お願いします。あ、お願いします。ということでね、これからこのお車紹介させていただこうと思うんですけれども、もう車両の入れ替え考えられてる？そうですね。来月ぐらいには。もう探してらっしゃる感じなんですか？そう、車にはもう頼んだんです。そうなんですね。同じ型の車で中身を総入れ替えっていうお話なんですけど、それが納得できるぐらいの内装になっておりますので、これから紹介していきたいと思います。リアハッチを開けていただいたところから紹介するのがいいかと思うんですけど、その前に外装ですこの辺りもねそこ大事です。この辺り大事です。ここは絶対触ろうと思ってたんですけどこれステンシルはステッカーですか？カッティングシートですか？ステッカー。それ売ってんすよ。売ってるやつを買われて。そう。いいっすねこれ無資格整備の素人モータース、かっこいいですねこれいやね、こういうところがね、スグルはもう完全に心を打たれるんでございますこっちもそうですよね、これご自分で買われて貼ったハイゼットですね。で、人も車もポンコツですこれがまさに。これ素人モータース、これ同じですか？これもしかして。そう、同じ会社からこのステッカー。そうですよね。これ面白いな、これ欲しいな自分に合ってんすよ。いやいやいや人も車もポンコツって大好きなんですで、このキャリアもびっくりしたんですけど、これハイエース用加工されてつけてるっていうんですよね。そうですね。自転車キャリアなんかもう廃盤になっててなかなか手に入らないやつだ。そうですね。原価超えでネットでこれ下はそのままハイエースのポン付けみたいな感じなんですよね。ここは何にもいじくってないです。この部分を切っちゃって、この取り付け位置の部分をここを穴開けして無理やりつけたような感じです。これじゃあそうするとここについてる穴なんかは、もう一本そうですね。ラダーがついてたようなそう、感じ。ここら辺にラダーがついてたんだけど、取っちゃってなくなっちゃった二段って感じなんですね。これだけあれば上に上がれますから。まあ十分ですよね。で、またこれルーフボックスかっこいいのがついてるんですけど、趣味でマウンテンバイクされてるってことなんですよね。そうですね。これオフィシャー系のステッカーっすよね。そうですね。そうですね、フォックスそうですね。で、ロッキーのキャリアがついてると。そうですね。最高でございます、これ。この仕様。外装的にはあとはタイヤホイールと前後バンパーが前後バンパーが変えてあって、この車屋さんに頼んでこのサイドもなかったんだけど、無理やりこうちょっとこう切れ目入れたりしてこう無理やりつけてもらったような感じのサイドが、これが車屋さんの自作なんです。それっぽい感じに自作で作ってもらう。そういうことなんですね。こんな感じの外装ですよというところですね。はい、ということで一番多分皆さんが見たいであろうリアハッチを開けたところ、ちょっと見させていただいてもいいですか？あります。リアハッチオープンお願いします。これがやばいっすよ。これすごいっすよね。これこっちから行こうかな。じゃあ棚の上がこういう感じで、これあれですよね、カセットコンロとキッチン用品みたいなそうですね。ものが入っていて、下にはちょっとしたギャレー。いいっすねこの扇風機。ここにじゃあタンク、水タンク、ここにそうですね、水タンクと排水と給水と。排水と給水があって、冷蔵庫までついてるということは、これ後で紹介するんですけど、サブバッテリーついております。で、ここいいなと思ったのはこれですよね。この棚どういうふうに、もうそのまま足がそうこうなって、このゴムはなんでこれ開くかっていうと、閉じた時にこれガタ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 うるせえんですよ、このステイが。そういうこと。これをワンクッションあるだけでこう全然音うるさくない。そうですそうです。で倒す時もカチャンと2箇所上げて下げるだけという感じなんですね。今こんな感じで説明してもらってますけど、超元気さん、ダンパーが緩んでるってことで手で押さえながらやってる
あれですよね、車両も入れ替えてるっていうところがそのあたりですよね。そうですね、もうそっちこっち傷んできちゃってからなんか走行ももう19万キロ19万そうですよね19万超えちゃってっから、はい2回目のタイミングベルトだからね、やるんだったらやるんだったら箱買いしちゃおうと。そうね、もうちょっとマシな、はいはい、車両に変えてまたこの感じで乗ろうかなとは思って。そうっすよね、これすごいっすよね。でこっちの棚なんですけど、これも自作でっていうことで大工さんに作ってもらってる。そうですね、左右ともこれ大工さんに作ってもらってそうです、る感じ友達の大工さん、はい、あるっすね。うまいっすよねこれね。たけるくん、いや食ったことないですこれで。あ、ないっすか。ないですガチなうまさあります。あ、本当ですか。はい、これはあんまりおすすめできないですね。電気ケトルなんだけど、はいはいはい。これは沸くのにかなり時間かかります。これあーだからガスで沸かしちゃったのがもう本当に早い。早いですか。はい、あとこの辺りに、これが鍋とか、ああこういうところに夜間とかはいちょっとした調理器具なんかも入っていたり、ガサツだけどこれザッええコーヒータイムが楽しめるようなね。コーヒー飲んだりね。はいはいはい。プラスこれですよ。このマット、この車種用じゃないらしいんですよね。そうですね、エブリィの多分64だと思うんだけど、 A64 用。はい、大体ここら辺はちょっとサイズがちょっとちょっとサイズ感が切れ目が違うかなっつうのなんですけど、この長さとはいはいはい。引っ込み方のところああ、このシートの引っ込み方ちょうどいい感じですよね。ハイゼット看護用のが売ってないですよね。あだからまあエブリィを買ったんですけど、あ、でもぴったりだった。でぴったり。いやいいですね。そういうそのサイズ見ていけるだろうって言ってハマった時の気持ちよさですよね。そうですね、ほらいけたっていう。そうそうそうでこれ取り付けなんですけど、この棚もうこのままここでただビス止めでもう鉄板ビスでバツッ、鉄板ビスでバスッと、もうこっち側もそうかな。そうですね、俺みたいにこう雑な人しかできない仕事です。いやいやいやでも知り合いの大工さんなんで、もう作ってって言ったらもうその場でバッと。あ、でもね、これ大工さんに怒られちゃうんだけど、これは自分でやったんです、ここは。あーそうなんこれですねはね、このマット買う前に作ってもらったやつなんあですよ。ーそういうこで、もうちょっと高かったんですよ。はいはいはいこのマット分が上がっちゃって、はいはいここ俺が自分で来たんだけど、はいまあ俺の仕事はこんなもんなんですよね。ガチャガチャしちゃって。あ、そうこいうことね。れは私がやりました。あーじゃあ同様にこちら側もそうですね。そうそうそう、これは私がやりました。でもこれ後ろから見ただけでもまだあるんですよこれ。ここにねフリップダウンのモニターがついてるんですけど、これはテレビもつけられるようになってるテレビも一応まあ今外しちゃったんですけど、外しちゃってるんですよね後ろつなげではい前から中長から引っ張ればテレビも打つんですけど、はい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 。テレビはもうそっちのそうですよね、こっちもモニターありますからね。そうそう、こっちはもうほとんど飾りとゲーム機能ついてるんですよ、この内蔵されてるゲーム機。そうなんですよ。あーで結構あって、はい。車中泊の時にあー暇だから暇な時にはいこう子供らとかとも遊ぶかなっつう。ああそれができるようにっていう。あでもこれはそうだ。そうですこれもそこら辺見るとそうですね。アルミの板かなんかですもんね。そうぶった切ってそのまま鉄板ビスで。鉄板ですね。そうするとこっちもそうですよね。そうこの押さえの部分に鉄板ビスで無理くり。ですね。得意な鉄板ですね。でも全然しっかり止まってますもんね。いや全然いいっす全これ然いいっす。はやっぱりテレビつないでインチもでかいんで、これいい感じで見れます。そうですよねはい。ちょっとスライドドアの脇から取らせてもらってもいいですか。はい、大丈夫です。はい。あこんな感じになるんですね。そうです。あまあ隣にお母さん映ってますけど。ダンパー役。ダンパー役のお母さん。いやモニターかなりでかいっすね。わあ画面自体は同じぐらいなイメージですけど、いやすごいっすよね。でこっち側に来てまたあるんですけど、この棚でございますよ。この棚、このアトレイ系のいいところ、こういうところにねちょっとした鉄板というかフックかけられるようなところが出てるんですよね。これが出てるんで、この棚はめ込んでるだけらしいんですよね。上にはいはいはい。乗っけてるような感じ。そうですよね。で上側に物が仕込めるような置けるような板を仕込んでいて、そこに LED のねダウンライトを仕込むことができる。これ車用ですか。そうですね、12ボルトだから。あ12ボルトの車用の。車用のやつをネットで買ってきてる。はい、結構わかるです。いいなぁ。で冷蔵庫がついていて、こういう形でサブバッテリーシステムがこの下についてるんですけど、あもう常に電圧見れるようになってるんですね。切ってたりもするんですけど、それはあこれはルームランプ全部のやつで、で、ここでこの電圧ははいはい、あこうあ電圧電圧とと、でこれが残量と。残量と、はい。うわすげえ。でここに電気引っ張ってきてるだけなんですか。そうですね、直で。直で引っ張ってきてるだけ、バッ直の間にリレーかまして、はいこれ接続してそうです。でインバーター返して電源取得。そうです。なんかすげえ本格的だ。
スグルがやってる簡易アイソレーターとは全然仕組みが違いますよこれ最近車中泊系の取材結構させてもらってるじゃないですか、いただくコメントの中で、結構その災害対策的な部分のコメント結構もらうことが多いんですよね、もうこの車あったら災害対策っていうところで言わせていただければですねもう間違いなく食料さえあればこの中で生き延びることがなんとか基本的には一人用の車中泊用ってことなんですけど、どうですかこれ寝られる時にリアハッチからここまでの距離で、これ173なんですけど、はいはいはい、ここにちょっとこうなる感じですね、足が。ああ斜めには寝ないでですか、まっすぐ寝て。こう斜めがないからいつも足縮めてんで、寝るのには全然問題ない。そうするとやっぱり170、180は取れてないかなぐらいな感じになっちゃう。お母さんじゃちょっときついですね。あれ、お母さん身長いくつだっけ？ 176ですね。あ、76なんだ。スグルだったら全然余裕です。代表でしたら大丈夫です。ここで奥さんと2人で寝たこともあると。あります。いいですね。絶対仲良くないとここで寝れないですよ。無理ですね。おっさん同士はちょっと無理です。そうですね。もうダメです。スグルとお母さんじゃ絶対これは喧嘩になりますね。そうですね。気持ち悪いと思って。これでもだってくっついちゃって良ければ2人でも全然寝れますもんね。全然寝れますね。はい。こんな感じの車内でリアなんですけども、このシート下もね結構スペースありそうですよね。ここ工具なんか入ってるスペースなんですけど、工具とかはい傘みてえなのとか。はい、スグルも大体このスペースに傘ぶっ刺してありますあとは細かい縛り系のやつとかいろいろ。これ自転車とか縛るために。そうですね。そうですよね。この対談服は何にでも使えるんで、そうそうそう。もうキャリアがあればそうですよね。あと本当に車中泊に行く時には、はいもう一個ここに箱積むんですよ。でここにも穴開けたんですけど後ろに、はいでそこに後ろからネジ止めして、ああ、もう超型専用のボックスも作ってある。そうステンレスのボックスをそこに上げて、行く時にだけその中にはいはいはいいろんな食料入れたり、はい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 。 2人で行く時には着替えとかもはいはいはいここに入れたりして、いあろんなあ、車中泊グッズもこういうところに入れて、そう車内空間を広く快適に保つようにすると。はい。いや、これはいいなあ。このテーブルいいっすね。ここにもモニターあるじゃないですか、ここにもモニターあるじゃないですか、ここにモニター3つあるんですよこのメータリングもびっくりしたんです。よいしょ。ついたのがこれすごいんですよ。